に来たー。日曜の朝が来たー。すげえ嬉しそうだな。だって訓練ないんだぜ。休みなんだぜ。テンションうなぎ登りだぜ。なら最初からマックスでいいだろう。なんで上がっていってる途中なんだよ。まだ朝だからさ。夕飯の頃にはマックスになる。手遅れだろ。もう一日が終わろうとしてるのに、そこから何始めるんだよ。セパタクロ。また厄介だな。仮にお前ができたとしても他に誰ができるんだよ。ユッキーをプロ選手並みに鍛える。プロリーグタイにしかないからな。タイに送り込む。そしてタイの英雄にする。もっと花形スポーツで成功させてくれ。 31A 直ちに司令官室に集合。呼び出しかいな。なんや。いい予感がする。よし行こう。だから普通悪い予感だろ。どれだけポジティブなんだよ。あれ 31C がいるじゃん。やんのか。望むところよ。くやっちまうでキスよ。血の気の多いやつらだな。誰に呼び出されたと思ってるんだ。静かに。司令官から通達があります。そうできしたか。くそ、命拾いしたな。それはこっちのセリフだよ。もうお前らでチーム組めよ。あなたたちには訓練としてダンジョン攻略をしてもらいます。ゲームのようなワードが唐突に飛び出してきたぞ。ダンジョンというのは通称よ。基地を出て北に向かうと演習場があるの。その近くの洞窟にキャンサーが密集しているわ。明日をスタートとし、金曜日までにより深い階層に達した方を A とします。面白いね。そいつは負けられないな。ギザギザに切り刻んでやるでキスよ。ビリッビリに感電させたる。もう一緒に戦えよ。入り口までは七瀬が引率するけど、ダンジョン内はあなたたちだけで攻略してもらいます。近くに紹介中の先輩部隊がいるから、緊急時には通信で助けを求めなさい。あなたたちにとっては初めての実戦。十分注意して臨むように。燃えてきたー。あなたたちやるわよ。おーでキス。ほどほどにやるでござる。実験に戻りたい。相変わらず温度差が激しいチームだな。ここでみんなを鼓舞する一言を発しよう。絶対に C を陥れよう。絶対に C を陥れよう。正々堂々やれよ。せや、何抜かしとるんや。まあ奥の手でも使わないと私たちには勝てない。それは分かっているよね。ゲスらしい考えでキスよ。あれ、思ってたのと違うな。何がしたかったんだよ。以上、茅森さんだけ残って。では解散。いい予感がする。よし残ろう。だから普通悪い予感だろう。地獄を見てくるといいよ。そう言われると期待感が増すな。絶対大変な目に遭うぞ。お願いします。隊長として部隊の指揮をするための講義を始めます。もしかして勉強？ええ、生死をかけるのでビシバシやります。ちなみに同じ講義を受けた山脇さんは自力で立てなくなって担架で運ばれて部屋に帰りました。怖すぎる。あなたたちセラフ部隊はキャンサーと戦うのだけど、指揮には2つ大きな目的があるわ。1つは誰が何を行うかを明確にすること。これは戦闘訓練で学んでもらうから今はいいわ。もう1つの目的は部隊員全員がどの方角を向くかを決めること。すでに難しい。茅森さん、例えば左斜め前に敵がいると指示があったらどうするの？
左斜めってこのまま左斜めならあなたの後ろに横を向いた泉さんがいたとして左斜め前と指示したら横だから後ろ左斜めあれほら混乱するわよね。戦場でそうならないよう約束事を決めておくのよ。クロックポジションというのだけど聞いたことないかしら。チンポジならある。全然違うわ。アナログ時計を水平に置いた状態を思い浮かべて、進行方向が12時よ。敵や警戒するもの、目標物などがある方向を時計の何時方向に見立てて全員に方角を指示するの。敵は360度どこから攻撃してくるかわからないし、一瞬を争うから方角は非常に重要なのよ。おへでもう一つルールよ。あなたが12時と指示したら部隊全体の進行方向と同じということ。だけど仮に泉12時方向に敵へと泉さんに指示したら泉さんから見て正面となるわ。泉さんが必ずしも進行方向を向いているとは限らないためよ。隊長を辞退します。ダメよ。ちゃんと覚えなさい。これからは 31A だけじゃなく他の部隊とも合同で行動するわ。その時困るのはあなたたちよ。無理だよ、難しすぎるもん。だから今からビシバシその体に叩き込んであげるのよ。誰か助けて3時方向。指示が遅い。考えている間に敵の攻撃が来たらどうするの。9時方向。全然遅い。仲間を死なせたいの。18時方向。クロックポジションにそんな時間はない。6時方向でしょ。はい次。こんなところかしら。あなたの指示で残りの隊員も学んでいくことになるわ。部隊長として模範となりなさい。お疲れ様。限界。案の定大変な目に遭ってきたみたいだな。1時、10時、4時、8時。何か上ごとを言ってますね。飯食ったらいつも通り元気になるだろう。何どうしたの。フレーバー通りってのがあるんだとよ。フレーバー通り？何それ。いわゆる商店街的なものらしい。時計塔の先にある橋を渡れば行けるってよ。ちょっくら覗きに行くか。ここがフレーバー通りか。想像したよりおしゃれだな。あそこは何だろう。見え見えに来たけどどうしようかな。あ、31C のかわいい子だ。名前なんだっけ。あちきは山脇様の使い魔。その名も文ちゃんでゲスよ。文ちゃんだなんて、これまたかわいい。撫でてくるなでゲス。何してるの？探し物？山脇様のために新しい使い魔を探してるでゲスよ。もっとたくさんいた方が世界を滅ぼしやすくなって山脇様もお喜びになること間違いないでゲスよ。あたし結構強いよ。人間だけど。だったら話にならないでゲス。そもそも使い魔って何？異世界から召喚でもされたの？そんなところでゲス。
異世界って文ちゃんみたいなのがたくさんいるの天国じゃん。地獄でゲース。悪魔が支配しているのでゲースよ。人間に希望などないのでゲース。それ言ったらリアルもじゃん。よくわかっているでゲースね。そう、山脇様が復活してしまったこの世界はもう滅亡から逃れられないでゲースよ。あの人って復活したの？そうでゲースよ。復活する前はどうなってたの？結界で封じ込められていたでゲースよ。ちょっと結界で封じ込めてくる。やめるでゲースよ。ただでさえキャンサーに襲われてピンチなのに、また別のベクトルから世界を滅亡させられにかかったら、どこ向いて戦えばいいかわからなくなるじゃん。ならあちきを倒してから行くでゲースよ。私はこんな可愛い子に手はあげられないな。さすがあちき、相手を魅了状態に落とし込めたでゲースよ。なあもう、どこで油売ってるんだよお前は。山脇様のために新しい使い魔を探していたでゲースよ。そんなのいらないよ。お前一人がもっともっと頑張ればいいだけの話でしょ。あちき一人が頑張ればいいだけなのでゲスか？そうだよ。そのためにこれからもビシバシ鍛えていくよ。だから使い魔はお前一人で十分なんだよ。やる気が空回りしてしまっていたようでゲース。山脇様のために頑張るでゲース。それでいいんだよ。さあ行くよ。はいでゲー不思議な関係の二人だな。なんだか仮装大賞でもしてるみたいな連中がいるな。ち、イラつくぜ。平和ボケした日本人ばかりだ。未熟な兵にもそれなりの役がある。要は軍略次第というもの。なら私たちが守ってあげないとね。ヒーローのごとく。どうせみんなシャロより先に死ぬし。それは思考の放棄ですね。私たちが呼ばれたのはそれぞれの経験を買われたからですよ。人の成長は計算で予測可能。またブリティカが固まったようだな。何かの計算を始めたみたいね。こいつ、よくこんなで今まで生きてこられたな。やっぱりみんなシャロを置いて死ぬ運命なんです。みんな外国人みたいだ。どいてどいてー 3HC のやつら、うちのサイキックでコテンパンにしたる。コテンパンにするべき相手はキャンサーでは？聞いてくださる？私の占いでは土砂降りの雨だったのに、あれ消したらいいだけにゃ。我が妹ながら恐ろしいぜ。小腹が空いたって？この飴ちゃんでも舐めておきな。甘くて美味しいでゲース。ってそんなにすごかったのね。古の魔導書を解読しておるのだ。邪魔するな。ふむ、
手強い。いらっしゃいませ。何をお求めですか？31C ってどういう人たちなのかな？ちょっと気になる。の軍略をもって上昇。ただでさえピンチなのに、なんでこんな厄介なことになってんだよ。束の間の休息です。明日からはいよいよ31シートの対決だな。絶対負けられへん戦いや。うちらの方がエリート集団なん証明してる。ですね。キャンサーに勝つことに集中しろよ。そっちの方が大事ね。そうだな。大事なことを見失いそうになってた。誰かを死なせたら意味がない。危なくなったらすぐさま先輩部隊に泣きつこう。極端だわ。パルクール。また厄介だな。どこを走って飛んで登るんだよ。廊下。すぐ壁か天井にぶつかって終わるだろ。窓を割って外に飛び出す。ちょっとした事件になるわ。あいつを育てたのは私だと老後に誇りたい。しかもお前はコーチなのか。大運動会。また厄介だな。まず台がつくほど人が集められない。しかも日曜の夜だからみんなテンションも低い。優勝チームに1000万。それならテンションは上がるが、それを支払うスポンサーはどこにいる？ユッキーのバッグ。あたしどんな羊だよ。そんなすごいやつバッグにいねえよ。絶対に勝とう。絶対に勝とう。当然や。まあ負けるのは嫌いだし。やったりましょう。そうね。まあやれることはやるよ。さすが私。チームが一丸となった。そうか。絶対にキャンサー側につこう。絶対にキャンサー側につこう。やられるわ。どのような方法をもってしても知的生命体は捕食されます。キャンサーの体液を体中に塗りたくっても無駄です。くそ。バカか。敵は大したことないでギスね。ひどい言われようだ。自業自得だわ。狡猾に勝とう。狡猾に勝とう。正々堂々やれよ。せや、何抜かしとるんや。あれ、思ってたのと違うな。何がしたかったんだよ。狡猾にシーブを陥れよう。狡猾にシーブを陥れよう。卑怯な丸聞こえでギスよ。狡猾にシーブを陥れよう。小さく言っても遅いわ。狡猾にキャンサー側につこう。狡猾にキャンサー側につこう。卑怯な。どのような方法をもってしても知的生命体は捕食されます。キャンサーの体液を体中に塗りたくっても無駄です。くそ。バカか。敵は大したことないでギスね。ひどい言われようだ。自業自得だわ。しれっと勝とう。しれっと勝とう。おいおい、バカにされたものね。ギャフン
と言わせてやるでキスよ。あれ、相手の士気が上がっちゃった。何がしたかったんだよ。しれっと C を陥れよう。しれっと C を陥れよう。正々堂々やれよ。せや、何抜かしとるんや。まあ奥の手でも使わないと私たちには勝てない。それは分かってるよね。ゲスらしい考えでキスよ。あれ、思ってたのと違うな。何がしたかったんだよ。しれっとキャンサー側につこう。しれっとキャンサー側につこう。しれっとは無理だろ。どのような方法をもってしても知的生命体は捕食されます。キャンサーの体液を体中に塗りたくっても無駄です。くそ。バカか。敵は大したことないでキスね。ひどい言われようだ。自業自得だわ。ない。アナログ時計を水平に置いた状態を思い浮かべて。進行方向が12時よ。敵や警戒するもの、目標物などがある方向を時計の何時方向に見立てて全員に方角を指示するの。敵は360度どこから攻撃してくるかわからないし、一瞬を争うから方角は非常に重要なのよ。